危機、人類が生存可能なレベルに抑えられるかは18ヶ月間にかかっている他人事ではない。少なくとも44名が死亡。50年の間に30億人ぐらいが住む場所を失う戦争も起きる可能性は全然あると思います。皆さんこんにちは、東京ビーガーガールのみゆです。今日は気候変動、気候危機についてお話しします。冒頭の方で流れたように今世界中で大変なことがたくさん起きているんですね。今回は気候危機とは何か、一体それによって何が起きているのか、そしてどうして起きているのか、私たちに何ができるのかについてお話ししたいと思います。この1本を見れば気候危機について大体わかるようになるので、ぜひぜひ最後まで見ていてください。はい、ということで、まず気候危機って何なのっていう話なんですけど、そもそも地球温暖化っていう言葉の方が聞き馴染みがある方多いかもしれないなっていうふうに思うんですが、地球温暖化っていうのは私たちが生活する上で使っている化石燃料、石油だったりとか石炭だとかそういうものを使用していることによって排出されている温室効果ガスが原因で地球の温度が上がることを示します。なんですけど、気候変動っていう言葉はそれとはまたちょっと違って、より広い現象を意味するんですね。地球の気温って上がってるだけじゃなくて下がってるところも一部地域ではあるんです。ヨーロッパの横の海は今後気候変動が深刻化すると逆に関連化していくんじゃないかというふうに言われています。ジメジメしたところはさらにジメジメして、乾燥したところはさらに乾燥していくっていう現象などもこういう気候変動という言葉に含まれるんですね。2019年の7月、BBC というイギリスの国営放送で気候変動を人類が生存可能なレベルに抑えられるかはこれからの18ヶ月間にかかっているという風な報道が出ました。同じくガーディアンという新聞社も今年の末までに具体的な対策を打たないといけないという風に報道をしています。今すぐに大きく行動を変化させなければならないということで、気候危機という言葉を使い始めました。では実際に気候危機と言われている今現在どのようなことが起きているのか、次は説明したいと思います。わかりやすい異常事態を5つ今回は例に挙げたいと思うんですけれど、こちらですね。1番目の干ばつからお話ししたいと思うんですが、干ばつっていうのは雨が長期間降らないことで起こる水不足が原因で地面がひび割れちゃったりして作物が育てられない状況なんですけど、それが今現在アフリカの下の方、インド、オーストラリアなどで起きています。地球上でその作られるご飯の量がどんどん減っちゃってるんですね。2つ目が生態系の変化。昔はマラリアとかデング熱って言われる伝染病は東南アジアなどの9カ国にしか起きていなかったんですけど、現在気温がどんどん上昇していることによって世界中で起きるようになって今100カ国以上で見つかっているそうです。生態系の変化、今まさにすごくまずいことになっていて、国連が3月に人道的危機、非常事態だというふうに発言しているんですけれど、その理由がなんとバッタです。バッタです。そのバッタ大きさが10センチから20センチ。しかも1日150キロ移動します。これがかなりまずい状態を引き起こしてるんですね。でそもそもバッタがなんで問題なのっていうと、麦とか米とかトマトとか作物を食べちゃうんですよ。本来ならばアフリカの東側でしか生息できなかったバッタがどんどんこう移動していって、サウジアラビア、バーレーンからこのままパキスタン、インドまで来てるんですね。ケニアでは東京ドームなんと5万個分の農作地が壊滅、バッタに食べられてしまいました。で、今バッタってちょうどこの時期ぐらいに繁殖期なんですね。なのでこのまま放っておくともっと増えて、さらに農作地がバッタたちによって荒らされてしまうってことで、食糧危機に陥る可能性が非常に高いんですね。なので国連は非常事態だよというふうに発言してます。で食糧危機になったら私たちもかなりまずい状況になるんですね。日本の食料自給率ってすごく低いので、輸入しているものが多い他人事ではない問題なんです。3つ目、記憶に新しいかと思うんですが、火災ですね。森林火災です。オーストラリアの森林火災、なんで起きたかご存知の方いらっしゃいますかね。コアラが食べるユーカリの木あるじゃないですか。あれの樹脂っていうのが気温が40度以上になると自然発火する場合があるんですね。オーストラリアでは気候変動が原因で乾燥がすごく進んでいたっていうこともあって、非常に森が燃えやすくなっていました。ということでここまで大きな被害になってしまったんですね。ちなみにアマゾン火災はまた原因が別で、あれは人が火をつけています。
なんでそんなことをするかっていうと、9割以上は牛を育てるためだというふうに言われているんですね。牛1頭あたり人間の約30倍の量の食事をとります。で、牛が食べているものっていうのはトウモロコシだったりとか大豆だったりが多いんですね。で、牛を育てるためにはその作物、餌となる作物を育てる場所、そして牛を育てる場所、両方必要になってくるんですね。で、圧倒的に今土地が足りていないんですよ。なので森が燃やされているというふうに言われています。4つ目、台風、豪雨、洪水などです。今年に入ってから豪雨と洪水ってすごくひどくなってきています。オーストラリア、火災の後雨が降ったんですけれど、その雨っていうのが100年に一度って言われるほどの豪雨だったんですね。森が全部焼けてしまったので、雨をせき止めるものがなくなってしまって洪水になってしまいました。で、その豪雨もどうして起こったかというと、オーストラリアの周りの海の温度が2度上昇したせいで大きな雨雲ができて豪雨になったというふうに言われています。世界的にも雨ってすごく増えていて、イランでは3日間で1年分の雨が降り、ブラジルでも2月に豪雨が降って少なくとも44名が死亡しています。スペインでは2月に大型の嵐が来たせいで福島の津波と同じぐらいの高さの15メートルもの波が起きてしまったんですね。5つ目、氷が溶ける。去年の7月は人類の観測史上最も暑かった月でした。通常ヨーロッパの国でもドイツとかフランスとかってクーラーがないんですって。なぜなら暑くならないから。エアコンとかがあまり整備されていないらしいんですけれど、昨年ドイツでは 42.6 度、フランスではなんと46度になりました。熱波によって7万人が死亡しています。実は日本でも去年の夏、暑さによって1031人亡くなっています。コロナの死者より多いですね。ちなみに森林火災が起きた時のオーストラリアは50度を超えていたそうです。南極でも今年の2月になんと20度を超えたそうです。南極ですよ。氷がどんどん溶け始めています。白いものって光を反射するから溶けづらいんですけれど、氷が溶けていくとそれによって別の色はグレーになったりだとか赤になったりだとか緑になったりになるので、溶けるのが加速化してしまうという風に言われているんですね。南極の雪と氷が全て溶けると海抜っていうのは60メートル上昇するという風に言われています。北極の方でも氷は溶けていて、様々な動物も絶滅の危機に瀕しているんですね。今説明した5つの異常気象なんですけれど、全て地球の温度が上がっていることで起きています。その温度っていうのは産業革命の後から比べてたったの1度なんですね。その1度っていうのは地表の全てのところを平均した温度なので、海の上とかは温度が上がりづらいと言われているので、陸地はもっと上昇しています。このままの生活を私たちが続けた場合、ここから50年の間に地球上の3分の1の人たちが住んでいる場所がサハラ砂漠よりも暑くなってしまうというふうに言われています。イコール30億人ぐらいが住む場所を失うということなんですね。この間のシリアの難民の何百万っていう単位の人たちが住処を追われた時でさえあれほどの混乱に陥ったのに、30億人が住む場所を失ってしまうというのは本当どれほどの混乱が起こるか想像できないですよね。戦争も起きる可能性は全然あると思います。今の温度上昇はたったの1度なんですけど、2度まで上昇してしまうとどんどん加速的に地球の温度が上昇していって止められなくなってしまうというふうに言われてるんですね。で、私たちは生存可能なレベルに抑えるためには 1.5 度までに抑えなきゃいけないというふうに言われてるんですね。もう2度になったらそのまま加速的にいってしまうので。1.5 度と2度どのぐらい違うかというと、水不足で悩まされる人が2倍以上、干ばつなどにより食料不足、貧困になる人が数億人増える、熱波、森林火災による死亡者が増える、農作物の受粉に絶対必要な虫や植物の住処が半分以下に、北極に氷がない状態が訪れる、海面上昇によりさらに1000万人の人々が移住を余儀なくされる、二酸化炭素を吸収するサンゴ礁が壊滅、気候危機がさらに加速、酸素不足により海の生き物300万トンが死滅。たったの 0.5 秒でこれほどの違いが生まれてくるというふうに言われています。この気候危機なんですけど、2020年末までに対策を打てば間に合うっていうふうに言われているんですけれど、2030年までに温室効果ガスの使用を 45% 減らして2050年までにゼロにすれば間に合うんですね。だから私たち一人一人が意識していくことがすごく重要になってくるんです。じゃあ私たちに一体何ができるんでしょうか。どうやったら気候危機を止められるんでしょうか。5つあるんですけれど、まず1つ目がゴミを減らすこと、特にプラスチックのゴミを減らすことと食品ゴミを減らすことというふうに言われています。水筒だったりタンブラーだったりを持ち歩いたり、使い捨てのものを再利用可能なものに切り替えていく。そして使わないもの、食べないものを買う前に考えるということが必要ですね。私は
水筒とタンブラーと竹歯ブラシとステンレスストローとかサロンラップを使わなくていいようにシリコン製のラップを買ってみたりだとか取り組んでます。2つ目、省エネです。どうして電力が重要なのかというと、日本で供給されている電力の8割は化石燃料を燃やして作られている電力なんですね。 10% が再生可能エネルギー、水力発電だとかで 5% が原発由来っていう風に言われてます。で、化石燃料の発電をするって本当に環境に悪いので、電気って意外と簡単に変えれるんですよ。オンラインで申し込むだけで5分ぐらいでできちゃうぐらい簡単なんですね。なので家の電気を再生可能エネルギーに切り替えるっていうことなども自分にできることかなと思います。ポルトガルでは国民の民意で 100% 再生可能エネルギーで賄われています。3つ目は公共交通機関を使うということです。やっぱり車もガソリンをすごく使用するので、それを電気自動車に変えてお家の電気を再生可能エネルギーにするっていうだけですごく負荷を抑えられます。4つ目、お肉を減らして野菜を多く摂る。先ほど森林火災の時に説明したように、やはりお肉っていうのはすごく環境負荷が高いので、私はヴィーガンっていう食生活をしてるんですが、乳製品と牛肉は特に環境負荷が高いと言われているので、こちらを減らしてみるだとか、そういう選択肢もあるのかなというふうに思います。5つ目、政府、企業、メディアに意思表示をするということです。今の政府が何をしていても、それって私たちの民意、総意なんですよね。私たちには投票権というものが存在して、投票に行かないということは、自分の未来がどういう風になってもいいっていうことと同等になってしまいます。環境問題に取り組んでいる議員さんって意外とたくさんいらっしゃいます。今回のコロナの件でも政権が批判されていましたが、もし何かを変えたいと思うのならば、絶対に投票に行くっていうことはするべきなのかなと思います。また、買い物は投票です。自分が選ぶもの一つ一つがどういう背景を持っていて、どういう会社に作られているのかっていうことを気にしてみるだけで大きな違いが生まれてくるんじゃないかなというふうに思います。メディアもそうです。メディアというのは商売なので、視聴率がいいことをやりますよね。日本のメディアでは気候変動のことなどほとんど報道されませんが、それは私たちが興味がないからです。メディアにこういうものが見たいというふうな意思表示をすることもすごく重要なことです。私たち一人の力なんて大したことないっていうふうに思うかもしれませんが、実際そんなことはなくってすごく大きなパワーを持っています。アメリカでは大手乳業が2社非常に厳しい経済状況にあるというふうに発表を出しています。それも環境意識っていうものが高まってきて、乳製品ではなくて豆乳だとかそういうものを選択する人が増えてきたから業績が下がったってことなんですね。今っていうのは過去の私たちの創意と選択でできています。つまり今の意識と選択で未来はどういう風にでも変えていけるんですね。何かを変えたい時にそのコミュニティの 3.5% 以上を巻き込むことができれば、その運動は絶対に失敗しないっていうのが研究で出てるんです。3.5% って100人いたら4人賛成者を出すだけでその現象っていうのは成功するっていうことなんですよ。大変かもしれないけれど不可能ではないと思いませんか？できることをできるだけやろうっていう風な意識を持つ人が 3.5% いれば私たちの未来は変えられます。私はこの問題を知った時に自分の行動をいろいろと見直して少しずつ変え始めました。それは誰かのためっていうよりかは、その問題を目の前にして私は自分が一体どういう人間でありたいのかということを考えたからです。私はそこでその問題に目をつむって誰かを頼りにすることよりも自分が自発的に何かを変えていくという方が気持ちがいいなというふうに思いました。私はすごい子供が好きで、ちっちゃい頃から絶対子供を産みたいっていう風に思ってたんですけど、このような今の状況があったら産むのは難しいのかなというか、自分の一番大切になるであろう存在が無事に生きていけるかわからない世の中にしたくないなっていう風にすごく思います。私たちは気候変動の影響を最初に受ける世代で、どうにかできる最後の世代です。こういうことが起きているってことは、まだ日本では特にあんまり知られている事実ではありません。なので、一人一人が誰かに伝えていくことっていうのもすごく重要な第一歩だと思うんですね。もしみんなが知っていた上でこのような状況になっていたら、それって本当に絶望だと思うんですけど、まだ全然みんな知らないんですよ。で、知らないけれど知ったら私みたいに行動する人がきっとたくさんいると思うんですね。もちろん行動しないことだってその人の自由だし、それは尊重されるべきことですけれど、自分にできることをやろうっていう人が一人でも増えることで地球の未来を守れるかもしれません。あなたも今すぐこうしなさいとかそういうことを言いたいのではなくって、こうい
いう事実があって、もしできることをできるだけやっていきたいという風な思いの人がいらっしゃればいいなという願いを込めてこの動画を作りました。ということで今回は気候危機がどういうものなのか、何が起きていてどうして起きているのか、そして私たちにできることについて説明しました。この動画が何かを考えるきっかけになってくれればいいなという風に願っています。今回の動画は環境活動家の谷口隆久さんの最新の講演を参考にさせていただきました。概要欄の方にリンク貼ってあるので、もしもっと詳しく知りたいという方がいらっしゃればそちらの方ぜひご覧になってください。今日もご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。